どうも三平です。今回フル食動画です。前回のフル食動画から約3ヶ月経ちました。で、内容が大幅に変わったとかはあんまりないんですけど、ところどころ食べるもの変わったりもしているんで、今回アップデートしようかなと思います。で、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますけど、僕プロテインシェイクとかサプリメント取らずに体作りしています。で、今はだいたい1日に 160g ぐらいのタンパク質を摂取するように、そういうの意識して食事するようにしているんですけど、そういうのも、どういったものからタンパク質摂取しているのかとか、気になる方もいらっしゃるかなと思うんで、今回紹介します。ぜひご覧ください。はい。で、朝食に関しましては、相変わらず食べずに、ブラックコーヒーだけ飲んで、トレーニングするような形でやっています。で、インターミテントファスティング、厳密には16時間断食するとか、そういうルールもあるかと思うんですけど、最近ね、結構夜に仕事があったりとかもありまして、晩ご飯がね、9時、10時とかなったりすることが多々あります。なので、16時間しっかりね、断食できてるのかというと、できてないことの方が多いです。ただ、あんまりそこはね、もう僕はあんま気にしてなくて、はい、気にせずやってます。朝食を抜くということを継続してやっているような感じです。はい。で、今日も朝トレーニングしまして、今お昼になったんで、今からお昼ご飯作っていきたいと思います。はい、できましたんで紹介します。最近よく食べてるお昼ご飯こんな感じです。パンはね、以前からよく紹介しているコストコの雑穀パンですね。これ4スライス。で、こっちが、ベーコンと、スクランブルエッグですね。はい。で、ざっくり、プロテインとかどんな感じか説明すると、このパンは1枚につきプロテイン 5g あるんで、パンだけで 20g と。で、卵はL とか LL サイズ使うときはだいたい4個使うんですけど、今日はちょっと M サイズやったんで、5個使いました。で、おそらくですけど、卵1個につき 6g ぐらいあるかなと思うんで、卵で30と。で、ベーコンも大体ですけど 5g ぐらいプロテインあるかなと思うんで、大体このプレートで、55g ぐらいのプロテインが摂取できます。はい。で、このベーコンも、コストコの買い物動画で紹介したんですけど、すごく内容がね、シンプルで、豚バラ豚バラこのままいこうか。豚バラ肉と、食塩、砂糖だけでね、作られてるという、結構シンプルで、はい、気に入って、美味しくてね、はい、使ってます。で、味付けに関しては、こっちは、今最後に胡椒と、で、塩をね、炒めるときに軽くかけますけど、塩もこの、ちょっと見にくいけど、はい、このブラックソルトを、普段からよく使ってます。抗酸化作用があるんで、はい、いいみたいです。で、パンは、バター塗ってます。はい。で、バターは、この、四つ葉バター。ちょっと見にくいですけど、はい。これをね、気に入って使ってます。で、スクランブルエッグの方に最後このケチャップをね、かけるんですけど、このケチャップ、アニーズオーガニックケチャップ、iHerb で買えるんですけど、これがね、非常に美味しくて気に入ってます。僕、そんなケチャップ、好きじゃないというか嫌いでも好きでもないんですけど、このケチャップに関しては味がすごく濃厚で、はい、もう食べた瞬間うまーってなって、はい、すごく気に入って使ってます。はい。で、バターとかケチャップとか、そういうのに関しては、結構ね、内容、成分というか、もうなんか、結構シンプルなものを使うようには、意識してます。はい。できる、できることは、はい、気をつけてやっていこうかなって思ってやってます。はい。で、あと、結構ね、常に、冷蔵庫にこういう感じでカットフルーツ、常備してるんで、今日はパイナップルをね、はい。4、5切れぐらい食べます。で、食べる順番も、テレビで先にフルーツ食べる方がいいとかも見たりとか、あと以前もコメントで先にフルーツ食べる方が消化にいいですよみたいなコメントもいただいてたんで、はい。今ちょっとフルーツから先食べるようにやったりもしてます。はい、そんな感じです。はい、じゃあいただきます。はい、じゃあ次ね、完食です。今作りました。でね、いつもフライパンのまま食べてるんで、このまま紹介します。ささみが 200g と、あと大豆はね、適当。で、それを塩コショウで炒めて、で、こういう自家製のタレ。味は照り焼きの味に近いです。はい、それをかけて炒めたものです。で、それにネギと、このお気に入りの七味ニンニクをかけたものです。はい、シンプルです。で、タンパク質は、おそらくささみ 200g で 44g ぐらい
で大豆もまあ大体 10g ぐらいは取れる量は入れてるんで、はい、大体 54g ぐらいは、はい、これで取れるかなと思います。でバナナも一緒に食べます。まあこれも一応先食べときましょうかね。はい。で大豆も、乾燥した大豆をそれをね、水につけて茹でてこうやって戻したものを、まあ、常備してます。でこれが大豆の時もあれば、あとはフムスとかも作る、ひよこ豆の時もあれば、あとインゲン豆とかの時もあります。はい、そういうのをね鶏と一緒に炒めて間食で食べたりもしてます。はい、そんな感じです。はい、じゃあ次ね、2回目の間食です。次はもう少量の、簡単な間食です。オーツ 40g と、豆乳をね 100ml 入れて、今日はレンジで2分ほどチンしました。でその後にこのピーナッツバターを 32g 入れて、はい、これも iHerb で買えます。でこのコストコのねメープルシロップも適量入れて、シナモンもちょっと入れて混ぜただけのものです。はい、これでだいたいタンパク質はオーツが 40g で 5g ぐらいで、豆乳に 100ml でタンパク質 4g ぐらいで、ピーナッツバターも 8g ぐらいあるので、16g ぐらいですかね。はい、これで、はい、そんな感じです。でそれとこのデーツをね1個だけ、はい、かじって、はい、食べます。そんな感じです。じゃあ次また夕飯で。はい、じゃあ最後ね、夕飯の紹介です。はい、今日はねこんな感じです。こっちから、オクラと大根の、ポン酢のやつと、キヌアサラダで、こっちが、砂ずりポン酢ですね、これも。でこっちが豚ロースと白ナス炒めたやつです。はい、まあこれに関してはだいたい豚ロースがね今回 320g ぐらいでしたかね。だいたいそれぐらいで冷凍保存してるんですけど、それと白ナス丸々1個、はい、それを味付けは間食で食べた鶏肉とね全く一緒です。照り焼きっぽい感じの味付けにしてます。はい、そう、白ナスがね結構煮ると柔らかくなってトロトロになってね最近好きでよく食べてます。はい、こんな感じ。これはオクラ茹でてね、大根おろしてポン酢、最近こういうシンプルなやつがとても美味しくて好きです。はい、じゃあ次ねこっち、キヌアサラダ。これは今日はキヌア 60g とで野菜が玉ねぎ、プチトマト、きゅうり、ピーマンが緑と赤いの2種類と。で味付けが、アップルサイダービネガーとオリーブオイルとレモンと塩コショウでこんな感じ。最近キヌア食べるのこんな感じで食べてます。美味しいです。で砂ずり、これがね最近よく新しいメンバーというかハマってます。鉄分をねちょっともっと取りたいなと思って取り入れ始めました。でこれは今日は 150g ですね。シンプルに茹でて、生姜とかもねしっかり入って、はい、なんか居酒屋風メニューな感じですね。美味しいです。はいですね。もちろんこれを僕一人で食べるんじゃなくて妻と食べるんで、僕がだいたいこれの、5分の3とか3分の2まではいかないぐらい、食べます。はい、ちょっとねプロテイン量とかまたこの辺にちょっとざっくりですけど出しとこうと思いますんで、そっち見てください。はい、じゃあとりあえず晩飯いただきます。はい、ごちそうさまでした。でもう夜遅いんですけど、ちょっとねこれだけは欠かせないので、はい、今日もアイス食べて終わろうと思います。最近好きなね、シャトレーゼのアイスです。最近ねもうアイスといえばシャトレーゼでしか買わなくなっちゃいました。というのも無添加とかの、これは違うんですけど無添加のやつとかも多いですし、でもこのねアイスでもアイスクリームと呼ばれるものをもう最近食べるようにしてます。ラクトアイスはもう極力食べないようには真似するようにしました。はい、そんな感じでやっております。はい、以上がね今日の、フル食動画でした。はい、最後までご覧いただいてありがとうございました。はい。